女は本当に大切な贈り物をくれた。外に出られる、引きこもりからの脱却。ここが俺の人生のスタートライン。やっと始められるんだ。我会有人在找，我就知道。不管小还是大都这样。外？もちろんだ。あなた、ルディが自分で外に。体が弱いのかと心配したが、時が経つのはあっという間だな。そうね。そんなこと思ってたんですか？全然泣かなかったからな。そうですか。丈夫で愛嬌のある息子に育ってますよ。そういう子供らしくないところが逆に心配なんだがな。長男がしっかりしていて何が不満なんですか？いや、不満はないんだが。他说长男可能是已经默认他会有弟弟或者妹妹了。そういうことならガールフレンドの一人でも連れてきなさい。这么小就。では母様に引けを取らないような女性を探してきます。あ、人には優しくするんだぞ。男の強さは威張るためにあるんじゃないからな。分かってますよ、父様。男の強さとは女の子にいい格好を見せるためにあるんですよね。そうだ。いや、そうじゃなくてだな。冗談です。弱い者を守るためにあるんですよね。うん、その通りだ。それじゃあ行ってきます。いってらっしゃい。他这魔杖会跟着他一起长大吗？变大。たまには親父らしいところを見せたいよ。戒的调调。他终于就是在外面发现各种各样的美景，都是他以前可能从来没有见到过的。他有那种少敌。もう大丈夫。外は怖くない。これもロキシーのおかげだ。ご神体を大切にしよう。魔族は村から出てけ。魔大陸に帰れ。消えろ。よっしゃ。魔族は消えろ。消えろ。わあ、やだやだ。いじめだ。やめろ。なんだ。可以，干得好。いじめなんてお前ら最低だ。どこ見てんだよ。騎士のとこのやつが邪魔すんな。当たらなければどうということはない。他能以这么平和的心态面对霸凌者，也是很神奇了。つまんねえ。帰ろうぜ。可能是因为变强了吧。大丈夫？まあびっくり。驚くほどの美少年。ショタコンのお姉さんがいたら一発でジュンってなるだろう。真的吗？他是男的。ちょっと前かがみになって。
まり人の言うことに逆らわない子らしい。ショタコンのお兄さんがいたら一発でズカンってなるだろう。おっと、目つぶってて。服は家で洗濯しなよ。还是热水，好贴心啊！ありがとう。エメラルドグリーンの髪で額に赤い宝石のようなものがついた種族には絶対に近づいてはいけません。額は让他这么凑上去看，オッケーセーフ。この子は危ないスペルド族ではない。てかこの耳。君ね、ああいうのはやり返さないと。哦，吹风機。君は僕を見ても平気なの？師匠が魔族だったからね。君もそうなの？わかんない。お父さんは違うって。わかんないか。この年ならそんなもんなのかな。お父さんは半分だけエルフ。お、やっぱりこの世界にもいるのか。でも髪の色、お父さんともお母さんとも違う。啊，不会不是亲生的吧？あれ？よしよし。どうやら少しややこしい家庭環境らしい。しかし髪色一つで泥を投げつけられ朱る。棣倒是挺贴心的。考えるだけで尿が出そうだ。なんで助けてくれたの？弱い者の味方をしろって父様に言われているんだ。でも仲間外れにされるかも。その時は君が遊んでくれ。他已经在现生被排挤了很久了。お、家の手伝いとか忙しい？いいね。この顔なら将来は女の子にモテモテだろう。つるんでいればおこぼれがもらえるかもしれない。そういや名前を聞いてなかったね。僕はルーデウス。君は？シルフ。いい名前じゃないか。まるで風の妖精だ。是挺可爱的。何して遊ぼうか。わかんない。友達と遊んだことないから。きっと今まで友達がいなかったのだろう。かわいそうに。いや、俺もいなかったけど。他们俩都属于这种边缘。あれ、教えて。あれ？手からあったかいお水がザバーって出るのと、あったかい風がブワーって出るの。ああ、あれね。僕にもできる？詠唱を覚えればできるようになるよ。多分ね。詠唱？興味あるの？魔族，我以为是都会很厉害。よし、どうせ暇だし特訓してみるか。哦，瞪耳朵好可爱啊！ただいま帰りました。他这么夜深了回来，他なんだろう。ロキシーのパンツ、ご神体のことだろうか。わかりません。お前ソマル棒を殴ったそうじゃないか。居然是因为这种，我以为是因为要有门禁。そうだ。あはー、なるほど。シルフをいじめてたクソガキか。父様がどういう話を聞いたのかはわかりません。違う。悪いことをしたらまずはごめんなさいだ。実は歩いていたら声が言い聞こえて。訳をするな。嘘以前に俺の言い訳を聞いてくれる。怎么突然这么强硬なん啊？だその目は。とりあえずごめんなさいでもいいのだが、それはパウロのためにも良くない気がする。どうした。なぜ何も言わない。口を開けば言い訳をするなと怒鳴るからです。何。子供が何か言う前に怒鳴りつけて謝らせる。大人のやることは手っ取り早くて羨ましいですね。ルーディ。为什么突然反差这么大呀？他爸。父様、僕は今までできる限り良い子でいるように努力してきました。それは関係ないだろう。いいえ、あります。这是在干什么？僕は父様に信頼してもらえるよう頑張ってきたんです。父様は僕のそんな言い訳は一切聞かず、怒鳴りつけ手を挙げたんです。しかしそ
マルボウは確かに怪我して仮にその怪我が僕のせいだったとしても、僕が謝ることはありません。ちょっと待て、何があったんだ。言い訳は聞きたくないのでは。安心してください父様。次からは3人が。我感觉这一块儿有一点就是想强行突出鲁迪的这个思辨，然后呢就把他爸爸弄得突然特别奇怪。有种强行降智的感觉。言い逃れ続けてきた男。ましてや今回は完全なる正義。お前に勝ち目はない。すまない。父さんが悪かった。話してくれ。ただいま。おかえりなさいルディ。今日は楽しかった？今日は友達が増えました。あら、それはよかった。今度家に。どうしてこうなった。お宅の息子さん。確かにソマルボウには殴られた跡があった。この後を見て。いつもは大人びているルーデウスが子供らしいところもあるもんだなんてほっとしたくらいだ。しかしルーデウスはあの年で他确实他怕鲁迪就是ちょっときつめに叱ってやらないとななんて思っていたのに。他怕就是欺负弱者可能。何が男の強さは弱い者を守るためにあるだ。どうしたの？浮かない顔して。ああ、ちょっとルディと喧嘩してしまってな。珍しいわね。多分あいつも出てけと言われたらすぐにこの家を出ていくんだろうな。あっさりと。あなたみたいに。最後まで謝れなかったけど親父もこんな思いだったのかな。また夏が来た。あれから何度か例のクソガキどもが懲りずにやってきたが全て撃退した。その度に母親がうちに怒鳴り込んできた。どうやら子供のことというよりパウロのことが好きらしい。子供を出しにして会いに来ていたというわけだ。バカバカしい。确实挺蠢的。しかし暑い。暑すぎる。ごめん、待った？今来たとこ。なんちゃって。我还用的是鲁迪的魔杖吗？鲁迪也是算是收徒弟了呀，出师了，属于是。あの記述の信憑性は実に薄い。前、ルディが使ってたあったかいお水が出るやつがいい。あれか。あれはこうやって火と水を応用するんだ。どうしてルディは口で言わないの？無栄唱のこと？シルフには難しいと思うけど。それ教えて。ありがとうございます。シルフ、こっち来て。他对朋友好好哦。よし。どうした？早くしないと体冷える。哦，她其实是女的吧？ほら、手あげて。しょうがないな。こんな年にもなって。何恥ずかしがってんだよ。ズボンも脱がすぞ。やだ。いいから早く脱げよ。風邪ひくぞ。やめてよ。シルフよ、気持ちはわかるぞ。俺だって生前じゃ人から笑われるような息子をぶら下げて。虽然他这块其实并没有那种意思，但是他们还这么笑。そんなにおかしな形をしているのか？なんだよ、俺だけ裸なんて不公平じゃん。わかったよ。その代わり後でちゃんと履き替えろよ。不会是两个人泡这么小一个桶吧？这怎么泡？哦天哪！その一瞬、俺の目に映ったのは最近見慣れたピュアなショートソードではなかった。もちろん
まがまがしい文様の浮かぶダークブレードでもなかった。そこにあったものは、いや、なかったのだ。ないはずのものがあったのだ。生前モニター越しにああしたいこうしたいと思いながらブラックラストをホワイティキャノンして什么东西とさせていた。それがあった。彼は彼女だったのだ。どうしてあんなことをしたんだ？不是，这能泡个什么呀？就泡个屁股是吗？前の失敗を繰り返すまい。理由を聞いているんだ。濡れたままだから風邪をひいちゃうと思ったんです。でも嫌がってただろ？はい。ごめんなさい。对他都已经表现的那么不情愿了興。味を持つものなのかもしれないがな。無理やりはダメだぞ。はい。ごめんなさい。二度としません。父さんじゃなくてシルフィエットに謝るんだ。いいな？シルフィエット。許してくれるでしょうか？なに大丈夫。心から謝ればちゃんと許してくれるさ。気になる子に拒絶されれば落ち込むのもわかる。女好きは俺の血筋だ。遺伝したのだろう。しかし頭のいい息子のことだ。今回の失敗もうまいこと利用するんだろう。还有爸爸的独白。頼もしくも末恐ろしいよ、お前は。ごめんシルフィエット。髪も短かったし今までずっと男だと思ってたんだ。哦，あらあら。うちの息子は意外とバカなのかもしれない。身が入ってねえな。もしかしてシルフィエットとまだ仲直りできてないのか？剣術もうまくならないし、ため息もつきますよ。父さんがアドバイスしてやろうか。お願いします。どうしよっかな。靴でも舐めましょうか。お前な。いいかルディ。女ってのはな、男の強い部分も好きだが弱い部分も好きなんだ。考えてみろ。自分より明らかに強いやつが欲望をむき出しにして迫ってきた。他爸在讲什么？怖いでしょうね。だろう？だから弱い部分を見せてやるんだ。ほほう。でもどうやって？お前の悩みをシルフィエットの前であからさまな態度に表すんだ。今あなたに避けられて悩んでますってな感じでな。するとどうなると思う？うまくいけば向こうから寄ってくる。それでダメだったらどうします？そん時また聞け。次の手を教えてやる。なるほど。2の手3の手があるんですね。不，第一步是如果人家对你有意思的话，后面才可行。行ってこい。ルディ、この前はどうしたのルディ？最近シルフィーのかわいい姿が見好生硬。かなって。シルフィーは可愛いんだからもっと髪を伸ばした方がいいんじゃないですか？嫌だ。はあ、最近のシルフィー冷たいよね。啊，ごめんね。でも僕、ルディのこと嫌いになったわけじゃないよ。シルフィー。だから普通にしてて。同年代の幼く可愛らしい。不行，你们这么小，我真的有点儿。俺は知らない。俺だって男だし、将来を見据えたいい関係を築いていきたい。そんな彼女は今まで通りの関係を望んでいる。だったら普通に接しよう。俺は精一杯新しい世界でできた友達を大切にすればいいのだ。しかし
俺はこんな小さ哦，な你也知道，不会他们俩之后真的会有一些就是感情上发展吧？就是主要是联想到这一集刚开头的时候，他爸不是说什么让他找个女朋友回来吗？然后就对应上他们俩这个剧情，我还挺喜欢这个妹妹的，就是她感觉就是软软的。如果她之后男朋友是鲁迪的话，我觉得我可能还不能很快答应这门亲事。虽然就是说鲁迪会为了他就是去打那些霸凌的人，而且就是对他还挺体贴、挺细心的，但总感觉鲁迪会对他做一些不好的事情，对吧？尤其是他还有这个成年的这个思想。这一集就是还有挺多的爸爸的独白的吧。最开始我也觉得他爸爸就是突然态度变得转换的这么生硬，其实看着有点奇怪。就是从之前他爸爸的行为来看，感觉根本不像是会打鲁迪的，或者是说完全就不听鲁迪解释啊之类，就是这种行为。但是之后就是有了他的独白，加上就是他也是第一次当爸爸，所以呢可能还能稍微理解一点。这一集就是观感最不适的就是他们那个洗澡那段，我真的觉得有必要就是那么长吗？主要就是在妹妹已经非常不情愿的情况下，然后呢还去强行去扒她的衣服，就是而且她还是那么小，而且这段时长还很长，就感觉看着有点难受。尤其是看他都已经哭了，就是真的有点感觉像是在看犯罪了。就是我本来以为鲁迪他爸妈是那种，关系是真的特别好，就是很纯的那种感情，但是没想到他爸会，也不能说没想到吧，因为他爸看着可能也确实会，就是他会这些技巧上的东西，类似于那种撩妹的技巧。还是带着这种心理和一些手段来跟他妈在一起的话，那感觉他俩都没那么纯的恩爱了。ありがとうルディ。これでやっとあなたにも寂しい思いをさせずに済むわね。やったなゼニス。あなた家族が増えるよ。やったねルディちゃん。ゼニスは2人目の子供ができないことを気に不会真的是妹妹吧？だからグレイラッド家はその報告に沸いた。申し訳ありません。妊娠いたしました。他怎么怀的？相手は誰？そんなことを聞ける空気ではなかった。全員が一瞬にして感づいた。等一下，他跟外人可以多分俺の子だ。啊？情けない。いや、正直な男だと褒めるべき。其实看了上集就感觉他可能跟他妈妈也没那么恩愛。嘘をつけなかったのかもしれない。いいじゃないか。嫌いじゃないよ。お前のそういうところ。状況は最悪だけどな。真服了，管不住。这个前奏真的很好听，所以它每集的画面是不一样吗？这个 OP。他妈妈肯定很伤心吧？真的服了，他都已经有那么好一个老婆了，不珍惜。所以，但这个女仆她是自愿的吗？就啊？我真的服了。哇，真的很喜欢，那是什么哨子？それでどうするつもり？奥様の出産をご助力した後、おいとまさせていただこうか。那他之前为什么不拒绝？可能拒绝不了。故郷で育てようかと思います。啊，南へ馬で1月ほどだったわね。那他也太辛苦了。子
えたあなたでは長旅には耐えられないわね。かもしれませんが、他に頼れるところもないので。母さん、さすがに。あなたは黙っていなさい。狗男人。1ヶ月、生まれたばかりの子供と母親の2人旅。村の外がどんな治安かは分からんが、無事でいられるほど甘い世界でもないだろう。ゼニスの言う通り、もしリーリャが倒れれば子供は道連れだ。仮にリーリャの体力が持ったとしても、子供はどうだ。生まれたばかりの赤子が1ヶ月の旅に耐えられるか。無理だ。赤子を抱いて雪の中で倒れるリーリャの姿がありありと目に浮かぶ。ゼニスも迷っているらしい。メイドとはいえ、今までずっと仲良く对他们家一直都是对俺だってリーリャにその外人都很热情的。汗をかいたら布を用意してくれる。雨に濡れたならお湯を用意してくれる。哦，鲁迪他都记得。散らかした本はきちんと整頓してくれる。それに何より彼女はご神体对，永远是这样的。黙ってくれている。その恩を今返そう。母様、一度に2人も兄弟ができたというのに、なんでこんなに重い雰囲気なのですか？お父さんたちがやっちゃいけないこと。强行表现出一副小孩儿来缓解气氛，可以。父様に逆らえるのでしょうか？どういうこと？父様はリーラの弱みを握り。感觉也是，这女仆应该也没法反抗吧。この間夜中にトイレに行こうと思ってリーラの部屋の前を通ったら、父様がなんとかを言いふらされたくなかったらおとなしく股を開けって言っていました。ルディ、何をバカな。あなたは黙ってい哦，我なさい。真服了。そんな。リーラ、今の話は本当？いえ、そんなことは。そうよね。あなたの口からは言えないわよね。いや、俺はそんなこと。パウロにはシルフィーの件で世話になったが、今回は自業自得だ。すまんね。天呐，我现在已经一眼都不想再看到这个爸爸了。悪くないと思います。悪いのは父様です。そうね。父様が悪いのに、リーリャが大変な目に遭うのは。这个倒是，这明显应该是那个男的负全责。僕はシルフィーといて毎日が楽しいのですが、生まれてくる子にも友達がいるというので哦，はな鲁いでしょう迪。か。そうね。妈妈也很辛苦啊。それに母様、僕にとっては両方とも。而且她还怀着孩子就生这么大的气，也对她不好。母様、僕はまだリーリャとお別れしたくないです。わかったわよ、もう。ルディにはかなわないわね。哦。苦労をかけるね、ママン。リーリャ、うちにいなさい。あなたはもう家族よ。勝手に出ていくのは許さないわ。那他们这是什么家庭构造啊？パウロの努力次第。就等于说是妾。あなた、後でゆっくりと話。绝对不能原谅他。哦，他之前一直都没哭哦。哦天哪！我还想说他怎么这么镇定，他其实一直都憋屈在心里。啊？真假的？毎夜毎晩2人の喘ぎ声を聞いていれば、メイドとて性欲はたまる。哦天哪！むしろ今までよく耐えたと思う。不是吧？那他一晚上得2次。不
是真的吗？这个真的是主要剧情吗？罰が下るはずだった。情欲に負け、ゼニスを裏切った罰。那确实这样的话，しかし許された。ルーデウスが許但是他爸也太经不住诱惑了吧？什么鬼？而且他刚那个完理。解して的確に会話を誘導し、落としどころまで綺麗に持っていった。今まで散々避けてきた。私は恐れていたのだ。ルーデウスのことを。おぞましい笑みで私の胸を見てくる赤も不気味だった。确实应该感到毛骨悚然。いや、そういうのはもうよそう。彼は命の恩人だ。この恩は一生をかけて返さなければ。もしこのお腹の子が無事に生まれ育ったのなら、この子をルーデウスに、ルーデウス様に仕えさせるのだ。虽然这个女仆也有问题。哦，已经出生了吗？毎日毎日他にやることはないのか、パウロよ。这是这子育てが大変ね。それですよ。真的就成妾了，我ルーデウス坊ちゃんの時はイージーすぎました。よーしよし。あなた、今ならお水汲んできてもらえる？ついでにろうそくを買い足しに行ってもらってもいいでしょうか？シルフィー、俺は尊敬されるかっちょいい。哦，真的啊。あの日以来、リーリアは少しずつ話をするようになってくれた。驚いたことに、若い頃リーリアとパウロは可能就是这就是在铺垫，就是这女仆肯定会帮他，可能在未来。練習が嫌いで遊び歩いており、挙句の果てにはリーリアの寝込みを襲い、純血を散らし、その後道場を逃げ出したらしい。ろくでもねえ野郎だ。混蛋真多。時間だぞ。そんな動きじゃいつまで経っても初級のまんまだぞ。控えめに言ってパウロはクズだ。しかし俺は欠点だらけのこの男を認めている。なぜか強いからだ。我不认可。剣術には剣心流、水心流、北心流の三流派が存在するが、こいつは3つともに上級である。おいおい、それは反則だぞ。少しバカし魔術の才能はあるかもしれんが、剣術はからっきしだな。なんだまじまじと見て、父さんのようなかっこいい男になりたいか？太油腻了。哦，陆迪说的好。ま、あれに懲りたら母様以外に手を出すのは控えてください。リーリアはいいだろう。是。次は母様が無言で実家に帰るかもしれませんね。お前も男ならわかるだろ。真的吗？他就7歳の子供に何が？他就跟他儿子这么灌输。シルフィーちゃんに唾つけてるじゃないか。あの子は将来美人になるぞ。そうでしょうね。今のままでも十分可愛いとは思いますが。わかってるじゃないか。まあね。パウロはクズ野郎だけど、なんだかんだ言って話が合う。俺も精神は40歳を超えた元ニート。正真正銘のクズだしな。そうだ、ルディ、お前学校って必要ないか。なんでもない。再会。学校？ああ、普通お前くらいの年になると通い始めるところだ。それは知っています。必要ないだろ。お前読み書きも算術もできたよな。ええ、まあ。但鲁迪这次可能想迈出这一步了吧？しかし学校ですか？興味あんのか？やめとけやめとけ。いいとこのクソガキどもばっかりだ。お前みたいなのは我以为他们家已经算是，应该已经不穷了吧？ああいうところにいる娘ってのはな、運動なんて全くしてないから、いざベッドで脱がしてみると、これがまた。我天呐，什么玩意儿啊！父さんも何度か騙されたもんだ。そうなんですか。残念です。就他不仅他这么想，他还跟孩子这么讲。お前も女に興味が湧いて。鲁迪都已经被恶心到。追いかける式は一つにしておいた方がいいぞ。
看来他们真的要有感情戏了。シルフィーには才能がある。近いうち俺を追い抜いてしまうかもしれない。ああ、学校か。ルディ、今日は何しよっか。ああ、ルディ这魔杖是已经完全给他了吗？ルディ、この頃また変だよ。俺は生まれた時から変だったらしいよ。そうじゃなくて、なんか元気ない。最近行き詰まってるんだ。現術も魔術もあんまり上達。等一下，这是在示弱吗？すごいよ。この年齢にしてはそうかもね。どこかに行っちゃうの？そうだな。この村でできることも少ないのかもしれない。他们会一起去学校。シルフィエットさん。哦，他舍不得，因为他是唯一的玩伴儿。どこにも行かないで。わかったよ。どこにも行かないよ。こんな子をほっぽり哦，其实还挺温馨的。魔術の上達これ以上上達してどうするってんだ。そんなことよりシルフィーとこの村でのんびり過ごそうな。そうしようそうしよう。看到这么哭唧唧的小脸儿，怎么可能舍得？俺好みの女に育ててやるんだ。おいルディ哦，我受不了他们俩在。お前に手紙だ。手紙？ルーデウスへ。いかがお過ごしでしょうか。哦，这师傅早いもので、あなたと別れてから2年が経ちました。私は現在シーロン王国に滞在しています。第7王子の家庭教師として雇われました。王子様はルディによく似ています。哦，好喜欢会写信魔術的。の見込みは早いですし、頭もいいです。私の着替えを覗いてくるところやパンツを盗んだりするところもそっくりです。英雄色を好むという不，就是怎么这儿的男的都一样。他就让啊，我真服了。ようやく私にも这番里面有正常一点的男的吗？これ以上は無理だと思っていたのですが、我很怀疑やれ。ばできるものですね。ルディであればもう低級魔術くらい使えるようになっているのでしょうか。次に会うのが楽しみでもあり怖くもあります。未熟だと笑われないように頑張ります。余計な心配だとは思いますが、もし魔術のことで行き詰まることがあれば、前にも話したラノア魔法大学の門を叩いてください。それでは直接就是大学了。ロキシーより。師匠。へえ、ロキシーちゃんついに水曜級になったのか。すげえな。すごいんですか？そりゃすごいさ。世界中見ても片手で数えられるくらいしかいないと思うぞ。王級魔術を使えるやつなんて。ところでお前ロキシーちゃん。他俩这表情就是如出一辙，受不了了。情けない現状に釘を刺された気分だ。くそ、ロキシーに落胆はされたくない。ラノア魔法大学か。父様、一つわがままを言ってもいいですか？ダメだ。ルディ、何でも言いなさい。お父さんが何とかしてくれるわ。ここは旦那様の威厳と解消が。他还是管他叫老爷，所以说不算是妾吗？可能也算。実は最近行き詰まっていまして、そのためにラノアの魔法大学に入学したいのですが、シルフィーにそんな話を匂わせたら離れたくないと泣かれました。この色男め、誰に似たんだ？せっかくなので一緒に通いたいのですが、彼女の家は我が家ほど裕福ではありません。つきましては2人分の学費を払っていただければとお願いします。2人でラノアに。2份学费，还有2个小婴儿，这支出确实还挺大的。理由はいくつかある。まず剣術が途中だ。お前の師匠としてここで放り出すわけにはいかない。それにお前は賢いがまだ幼い。親としての責任を放棄するわけにはいかない。あとは金の問題だ。お前だけならともかく、
シルフィも一緒となると無理だ。うちも湯水のように。确实，他们还要给小婴儿花钱呢，わかりました。俩都睡在一张床上，挺可怜的，很挤。仕事を斡旋してください。なるべく高いものがいいです。仕事？なぜだ？父様に認められて家を出るまでにシルフィの分の学費を僕が稼ぎます。それはシルフィのためにはならないぞ。はい。一方面，我又觉得很欣慰，他愿意就是让希尔菲跟他一起去上学，不怕丢下。但是另一方面，我觉得他又是有目的的，对吧？わかった。そういうことなら心当たりを当たってみよう。ありがとうございます。よう、久しぶりだな、ギレーヌ。啊，あ兽人，獣人来たギレーヌ、久しぶりね。元気だった？あお前の子供か？ええ、ノルンよ。パウロに似なくてよかったな。お前が来たってことは、あの話はオッケーってことでいいんだな。あうちのルーデウスをよろしくね。あルーデウス坊ちゃま、寂しくなります。元気でね。帰ってくるのを楽しみに待ってるわ。待ってください。一体何？なあ、ルディよ。はい、何でしょう。お前さ、シルフィと距離を置けって言われたらどう思う？は？嫌に決まってるじゃないですか。だよな。何なんですか？いや、なんでもない。話をしたってどう不是别谜语人啊！哇，这个鼓，高速移动魔法。哇，这音效，推進流。ああ、冒険でよかった。他爸是一定要把他锤晕的那种。但是鲁迪已经很厉害了，打的有来有回的。パウロめ何しやがる。どうなってんだ？こんにちは。ルーデウス・グレイロットと申します。パウロの息子にしては礼儀正しいのだな。はあ、ギレーヌだ。明日からよろしく頼む。それはどうも。よろしくお願いします。这是安定。这个冬天是不是之后要去那个是北边的学校吗？还是？等一下，这个花田怎么有点熟悉的感觉？
这歌手我好像不知道，声音很好听。哦，是师傅吗？好听。这一集真给我看无语了，我有点觉得比第一集还无语。就是这爸爸怎么能这么让人看不下去？就自从上一集他爸就是有一些这种撩妹技巧在，然后我觉得他可能对他妈妈也没有那么纯的感情，所以就是这一集的时候就会主观的会觉得说这个，爸爸他肯定是主动或者是去胁迫这个女仆的，还是有点惊讶，其实是这个女仆先下手的。但是就算是这样，他爸也太轻易的就上钩了，就是他都已经有老婆孩子了，而且如果是要怀孕的话，等于说是不止一次吧，至少得有好多次。那这不过出轨这种事情确实只有零和无数次。主要是这种桥段，就感觉是那种现实生活中真的是会发生，就是司空见惯的事儿，所以就觉得格外的恶心。感觉鲁迪的妈妈真的好可怜啊，我觉得还挺心疼的。就是她肯定不能抛下鲁迪，还有她肚子里的孩子，直接就是离开这个家。这完全都不敢想，就是跟一个出轨的丈夫，还有一个他出轨的对象，每天生活在同一个间屋檐下，而且他们还要同时就是孕育，然后呢生产。一个母亲真的太不容易了，就是一方面还得防着自己丈夫出轨自己身边最亲近的女仆，还要在自己已经有身孕的情况下，还要去照顾女仆的情绪和身体，同时还要带鲁迪。我都不敢想，如果就是这个房子里面有3、4、10个女仆的话，我都不会意外保罗跟他们都睡过。这还不是最逆天的，他就是还给他的孩子就是传输一些那种黄色的东西。就是虽然我们都知道鲁迪他并不是真的小孩，但是在他爸爸眼里，他就是一个小朋友啊，就。这太恶心了！保罗他还就是在把他儿子同流合污的同时乐在其中，我真的受不了。还有就是鲁迪，我真的不知道该说什么。就我上一秒还刚对他有所改观，比如说看到他就是还记着很多女仆对他的恩情，我觉得他是一个很懂得感恩的人。然后下一秒就又说起他内裤的事情。像我刚觉得他对西鲁菲非常暖心，很体贴，然后还会照顾他，就是会舍不得他这种。然后下一秒他就想让他培养成以后自己中意的女朋友什么的，这是我的问题，我对你期待太高了，我不该期待这么高的。不过我觉得设计女仆这一段的桥段应该是有意图铺垫，就是未来鲁迪有遇到什么困难或者什么大事儿的时候，女仆说不定就是会可能牺牲自己，或者是很大程度的帮助到鲁迪。毕竟他说这一份恩情他要一生去还。现在我就是越来越好奇这番到底有没有正常男角色，期待一下是第一个登场的正常的男角色。OP 的话，真的就是一开头马上就有那种非常浓厚的异世界的感觉，然后应该加上那是少迪，就是这个旋律一出来，就感觉能立马把人带入到这个异世界世界观里。而且那个女生的声音就是非常的细腻柔和，就有点像那种讲故事的那种。但我真的没有料到会是这种感觉的 OP。这个 ending 它前奏的这个吉他扫弦声音真的很好听，就有点莫名让我联想到了刚练的第一个 OP， 就是那个 Again。我还蛮喜欢这种扫弦节奏型的。那这期视频就到这里说完，我们下次再见，拜拜。